1940年、中国大陸上空。日本の爆撃隊は重慶を目指して進撃していた。しかし、護衛の96式艦船は航続距離が足りず、途中で離脱。護衛を失った爆撃隊は、敵戦闘機の猛攻を受け、次々と撃墜されていった。そんな中、新たに配備された米船が初の実戦参加を迎える。だが、重慶上空で敵機の姿は見えず、空はただ静まり返っていた。白子さん、今日こそ出てきますかね。あ、きっと出てくるに違いない。前日の偵察機の報告で、俺たちがいなくなった後、敵機が集まっていたということはすでに聞いたな。はい、聞きました。どうやらやっこさんたちは、俺たちが去った後、敵を追い払ってやったぞと生きがってるようだ。そうだとすれば、超自然版ですね。ああ。しかし、敵の魂胆が分かればこっちのもんだ。我々が帰ったふりをして、敵が集まってきたら引き返して打ちのめしてやる。単純な作戦に引っかかりますかね。わからんがやってみる価値はありそうだ。はい。中国軍の戦闘機隊が重慶の空へたどり着いた時には、すでに日本軍による爆撃は終わっていた。そして、日本の爆撃機は遠く彼方へと消えかけていた。日本時間午後1時42分、戦闘機隊はそのまま重慶上空で鳥海飛行を続けた。B 高差5000メートル、戦闘機30機、左回り里、1350。先ほど偵察機より報告が入った。思惑通りやっこさんが出てきたようだな。はい。早速挨拶に行くか。重慶上空へ向けて反転、ようそろう。ようそろう。偵察機より報告を受けた米船13機はすぐさま反転し、敵との交戦に向かった。日本時間午後2時頃、中国空軍が哨戒飛行をやめ手水根に戻ろうとしていた。と、その時！ここから僕たちの米船伝説が始まったんだ。この日、12空は中国空軍第4大隊戦闘機に圧勝することになる。単純な作戦に引っかかってんじゃねえよ。俺からは逃げられんぞ。ようそろう。ようそろう。中国軍の戦闘機は次々と撃墜されていった。僕に来るんだね。いいよ、相手してあげる。急上昇左旋回のひねり込みに成功したらチャンネル登録してください。そーらよっと。視聴者の皆さん、ここで一時停止してみてね。ただの宙返りになっちゃった。空中戦が始まってから約20分後、空は米船だらけになった。そして中国空軍の戦闘機は2機だけになっていた。あと2機。こっちは終わりました。こっちも終わったぞ。前期できつい。さあ帰ろう。地空襲部隊秘密第28番電13日北73アルフォン B 重慶第35回攻撃に飢えてマルバ戦闘機体米戦13機派敵戦闘機体敵首都上空に捕捉そのの全機を確実撃墜せり。
観光基地から重慶は約 800km という距離で、96式艦上戦闘機にはできなかったことを冷戦うまくこなすことができた。通常、燃料の都合上、空戦の勝敗は数分で決まる。しかし、この日の空戦時間は30分を超えていた。これはとんでもない航続距離だ。そういえば右旋回に違和感がなかったか。ええ、ありました。それから急降下時も注意をしないとダメですね。そうだな。そういえば貴様、急上昇左旋回のひねり込みをやろうとしなかったか。はい、でも失敗してただの宙返りになってしまいました。わっだ。ひねり込みはできますか？多分できると思う。今から見せてください。やだ、チャンネル登録者数がすごく増えたらその時披露しようが。はあ、何はともあれ、今日はお疲れさ。岸に帰ったら12空のみんなで写真を1枚撮ろう。そうですね。冷戦のデビュー戦は出来すぎと言っても過言ではなかった。出来すぎと言っても出来すぎくんのことではない。こうして冷戦伝説は幕を開けたのであった。次回もお楽しみに。